なんかパワステ変な感じがするな。パワステエアー噛んでんのかな。ハブはガタつきなし。ブレーキは固着はしてないけどちょっと微妙。おはようございます。俊也です。ヤフオク100万円で買ってきたこの FD、 今日のレストアは前回の作業に引き続きどんどん分解を進めていきます。とりあえず外装とそして内装は外し終わったので、今回は前回りですね。このエンジンルームとか足回りとかを外していこうかなと思ってます。とにかくバラバラにして何も部品がついてない状態にしないと、板金とか塗装とかも何も作業進められないので、とにかく外せるものを外していくような感じです。一応予定としてはブレーキ、そしてサスペンションとかの足回りで、エンジンルームも細かい部品も全部外してエンジンとミッションを下ろすところまでやりたいなと思ってるんですけど、実際やってみないとどこまで作業を進めれるかわからないので、進めれるだけ進めていくような感じで作業をやっていきたいと思います。それじゃあ作業いってみよう。まずは足回りから外していきます。めっちゃ固く締まっとるやん。錆びてるだけかな。錆びてたんだね。ホイールはね 32GTR のホイールです。これラッキー。まずはブレーキからいきますか。キャリパー外しから。よいしょ。一応前回ラスペネを塗っといたので、多分ネジ回ってくれると思うんだけどな。もしかしたら錆びて回らないのが何ぼかあるかもしれないですけど、回ってくれることを祈って外していきます。ラスペネがどれだけ効き目があるか。多分これネジちゃんとついてなかったな。緩かったぞ。いい、キャリパー外れました。結構汚れてるね。サビの粉が落ちてくる。はい、マツダって入ってます。純正キャリパーです。だから次はブレーキ。パワーステがあんまり良くないんだな。次ブレーキのローター外します。錆びて固着ない。ここの皿ネジプラスネジだけど簡単に回りました。ラッキー。ここ回んないかと思ったけど、でもこれネジ閉まってやっぱりネジ閉まってなかったんじゃないかな。よっ。どれだ。割となんか新しめのブレーキ、全然減ってないです。っていうかブレーキパッドも全然新しいです。多分交換してすぐに動かなくなったんじゃないこの車。足回りブレーキはなんか全然使えそう。よっ。次タイロットエンド外します。これよいしょ。ちょっと錆びついてるけどちゃんとネジは回る。やっぱりラスペネ優秀。よしよしよし。でこれで ABS の線も外したから、これ ABS ナックルから抜けんのこれ。すげえガビガビに錆びてるけど。よし、ネジは回った。問題は ABS が抜けるかどうかだよね。これ抜けんのマジですっげえサビサビだけど、これはまずいんじゃね。 ABS 外れないと思う。
これはちょっと厳しいぞ。このナックルのここ上の部分、ここについてるのが ABS のセンサーです。でここがネジで止まってて、このプレート自体が、ABS の取り付けベースみたいな感じなんですけど、叩いても全く動かない。表側から見るとこんな感じです。これが ABS のセンサーで、ここのギザギザで、ハブの回転を拾ってます。だからここはね、叩いてこうなんかしたりとかするとセンサーがダメになっちゃうから、こっちから叩いて抜くことはできないです。でこのネジはこのバックプレート、これ取り付けてるためのボルトだから、これ関係ないんですけど、全く持ってびくともしないから、とりあえずこのままナックルごと外しちゃいます。 ABS のセンサーはこっちのボディ側で外しちゃって、センサーの線とかもつけたまんま外して、しばらくラスペネ漬けとかにしといたら少しは動いてくんないかな。ちょっと今この状態で外すのはね、やばそうだからこのまま外しちゃいます。ということで次はこのアッパーのボールジョイントと、あとロアのボールジョイントと外して、ナックル外して、サスペンション外して、アーム類外してっていう感じでやっていきます。っていうかサビすごいね、やっぱね。ラスペネつけたからそんなに錆びてる感ないけど、これ全部ね真っ赤っかに錆びてました。ここのタイロットエンドが緩んだのがちょっと奇跡ぐらい。下のボルトも閉まってないっていうか、割りピンも入ってなかったし、一回外してんのかな。キャリパーのボルトといい、ちゃんと閉まってないところが何箇所かあるな。よし、これでナックルがよっしゃ取れた。取れました。ちょっと回った。うわー、またこれ上向きだぜ。いけんの？うわーしゃー、回った。サスペンションのアッパー外します。よっしゃ、サスペンション取れました。でもってアッパーアーム、よっしゃ、ローアームも取れました。結構でかいんだね。結構錆びて塗装も飛んじゃって、これは綺麗にしがいがあるかもしれない。次反対側も同じように外していきます。左側やった時でやり方分かったから、こっちは要領よくできそうな気がする。ブレーキの入った外して、よし、ブレーキキャリパー外して、ブレーキローター外して、よいしょ、タイロット外して、よし、ナックル外して、アッパーアーム、そしてサスペンションも外して、最後にロアーム。これで OK。 はい、ということで外し終わった足回り、こっちが左側で、こっちが右側ですね。両方とも同じような状態でした。錆びの具合とか固着の具合とか、ブレーキローターもこっちもね全然減ってない、使ってない状態です。ブレーキパッドも残ってる。もちろんこっち側の ABS のセンサー、これも外れなかったんで、これはラスペネ付けしておきましょう。
ラスペネかけて油が浸透して後々外せればいいんで、とりあえずこんな感じにしといて、裏側もたっぷりとかけといて、で忘れた頃にこの ABS を外して取れないかやってみたいと思います。こんだけびっちょびちょにしておけば浸透してくんないかな。反対側も同じように。それじゃあ次はエンジンルーム分解していきます。っていうかもうエンジンつって下ろしちゃいます。いや、もともとほら部品取り車みたいな感じでタービンとか液マニ、あとラジエーターとか、まあ補給類がほとんどついてない状態だったんで、っていうかね、エンジンマウントすら外れてただ乗っかってるだけの状態だったんで、軽くホース何本か外せば外れそうだなと思って、でずーっとねこうやって眺めてたんですよ。どれ外そっかな、どこのホース外せばスマートに下ろせるかなってずーっと眺めてたらね、またとんでもないことに気づいてしまいました。これエンジンメンバーっていう、画面の真ん中にあるやつがねエンジンメンバーですね。左右にロアアームがつながってて、真ん中でエンジンを支えてます。これがねひしゃげてるんですよ。下側ぶつけたんですね。こう曲がってて、そしてタイロット、ステアリングラックのブーツですね、ここがねフレームに当たってましたね。これメンバーはちょっと再使用難しいかもしれないです。叩いてどうにかすればそれなりな形には戻せるかもしれないけど、ただ足回りだからね、エンジン支えてるやつだし、割とこれ強度を求められる部分なんで、ちょっと困ったなーって感じ。あとね、ここボルトついてなかった。エンジンメンバーフレームに固定するためのボルトついてなくて、もともとこういう状態だったみたいです。ちょっと参ったね。こっち反対側、ブーツがこういう風にねフレームに当たって破けちゃってました。あ、こっちはねボルトついてますね。メンバーをつけるためのボルトがついてる。はい、こんな感じでございました。とりあえず報告で、ちょっと話脱線しちゃったので戻るんですけど、とりあえずエンジンなんかもうそのままクレーンかけて吊り上げれば吊れそうな雰囲気があるんで、まずエンジン吊って下ろしちゃいます。でその後補給類、ブレーキのマスターバックだとかこういうやつ、あとこっち側には ABS、 この辺は後から外そうかなと思って、ちょっとエンジンがあるとね作業やりにくいから、エンジンさえ下ろしてしまえば楽に作業できそうな気がしたんで、そんな風にやっていこうかなと思います。つながってるホースとか配線とか全部切り離してやっていきます。まずはパワーステフルードを抜いて、でパワーステの配管とか外しちゃいます。よいしょ。うわ真っ黒、いや赤いのが入ってたんだ。そんなに汚れてないかな。よいしょ。よし。で、よいしょ。合うサイズがない。スパナだと舐めちゃうかな。いけるかな。回った。よし、来た。ちょっとでこのフレームに当たっちゃってね。よし、よし、取れた。ステアリングラック外れました。ちょっとここがフレームに当たっちゃって若干外しにくかったです。
日が暮れてきてだいぶ作業がやりやすくなってきた。とりあえずインテーク、ここダクト外しちゃいます。そしてこの下にハーネス配線とかがいるんで、それも避けて、そうすれば多分エンジンごそっと外れると思うんですよね。インテークパイプ外れました。この辺のハーネスがぐっちゃぐちゃで何が何だか分かんないけど、自分で外したわけじゃないから、よし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 。あ、外れたと思う。多分これで釣れると思う。ハーネス外したし、ホースとかも外したし、エンジンマウントはもともと外れてるし、ミッションもハーネスがねもともと外れてたんですよ。だからもうただ乗っかってるだけ状態っぽいので、このままミッションくっつけたままエンジンを釣りたいと思います。ちなみに、室内側、ここのシフトノブ、ここは外しておきました。よいしょ。すげえな、このエンジンクレーン大活躍じゃん。これで3回目か、エンジンするの。やったね。元が取れるんじゃん。釣り具かけるポイントがなくなっちゃってるんで、ここのパワーステポンプ外してちょっとかけれる場所ないか探してみます。多分ここのネジに釣り具かけれると思うんだけど、部品取り車だったみたいだからね。あっちもこっちもね、物がない。釣り具をかけるやつまで持ってかれちゃった。よし、取れた。完全にエンジンが浮き上がりました。今これクレーンで吊って、ボディにはどこも乗っかってない状態です。で、後ろの方とかも外し忘れてる配管、そして配線などはなさそうなんで、このまま多分吊ってこれると思う。反対側はこんな感じです。こっちも大丈夫そう。そしてあのまま吊るとね、ミッションが後ろの方に下がっちゃってバランスが良くなかったんで、後ろ側を今ジャッキで支えてます。これで今水平取ってるような状態です。よし、そしたら次エンジンメンバーも外しちゃいます。このままこうエンジンを引っこ抜こうとすると多分これがね邪魔になるんですよ、これが。なので、フレームに多分4箇所で止まってるだけなので、これ外してエンジン引っこ抜いていきたいと思います。よいしょ。よっしゃー、エンジンメンバー取れました。ということでエンジン下ろし終わりました。作業翌日です。昨日エンジン下ろし終わってちょうどキリがいい感じだったから今日撮影してます。で、作業やってて思ったのはね、やっぱりエンジンちっちゃいっすね。ちっちゃい。サイズ的にね、軽自動車と同じぐらいのサイズじゃないかな。ここのオイルフィルター、ここがちょうどこうミッションとの接続部分、こっからここまで本当にちっちゃいです。
ジムにやってた時のK6A のエンジンと外側の大きさだけ考えると同じぐらいかもしれない。めちゃくちゃコンパクトだけど、これで2リッタークラスのエンジンと同じパワーが出るんですもんね。すごいな。オイルパンもかなり薄いから高さもね相当低いです。今タイヤに乗っかってるけど、タイヤの半分ぐらいしかないような気がする。だからエンジンとしては横幅も奥行きもそして高さも全てが小さい、そんな感じのエンジン。むしろミッションの方がでかいもんね。こんな感じです。ミッションの方がかなり縦長。ちなみに、ロータリーエンジンミッションマウントがないとかっていう話だったんですけど、実際どうかは分かんないです。もともとなんかいろんな部品外れてたから、この車がついてなかったのか、本当にロータリーの車はミッションマウントがないのか分からない。だけど一応ステーとかを見る限り、ここブラケットがついてるので、ここで保持するのは間違いなさそうなんですけど、後ろはねあるのかなないのかな知ってる人いましたらコメントで教えてください。今のところここしか見当たらないです。エンジンメンバーはべっこりですね。べっこり。ほらすごいへこんでる。こっちもひしゃげちゃってるし、ここが引っ張られてるし、これちょっと最初厳しいかな。叩いて形だけはそれっぽく直したとしても、多分アライメントもねちゃんと出ない可能性もあるし、下側もここがへこんでます。ここでフレームに固定されて、でここがロアアームがつく場所なんで、ここが狂っちゃうとアライメント、タイヤの向きとかが変わってきちゃうから、さすがにこれは最初は厳しいな。エンジンが外れたエンジンルーム、こんな感じになってます。すごいすっきり一番の大物が取れたから、いろんな場所が観察しやすくなりました。で小物部品とかも外していくのはこの後楽そうですね。邪魔になるものがないから。これがね ABS のユニットで、ヒューズがあって、左側にはブレーキで、あとはハーネスとかヘッドライトとか細かいものを外せばエンジンルームは終わりっていう感じかな。はい、それじゃあエンジンとミッション分離していきます。別にくっつけたまんまでもいいっちゃいいんですけど、少しでも中の様子をチェックしたいっていうのと、あとね保管しとく場所がちょっと場所的なスペースの問題で、置いとく場所がないので、できるだけ細かくバラバラにして保管しておきます。その方が部品の管理がやりやすいので、あと運搬も楽だし。まずはセルモーター外しちゃいます。本当はボルト2本で止まってるけど、下側のネジはついてませんでした。マジ？まあいいや、後でとりあえず、セルモーターの状態、結構ねクラッチのカスかなり汚れてます。オーバーホールというか掃除というか、なんかメンテナンスは必要かもしれない。っていうかそもそも動くのかな、導通チェックすらしてないから動くかどうかも分かんないです。次クラッチのレリーズ外しちゃいます。レリーズシリンダーで、ミッションの下側にあるこの蓋外します。これを外すとクラッチがこの中から見えるので、レリーズベアリングを普通はここから外さなきゃいけないんだけど、やっぱそうだよね、はまってるやつじゃないね多分。本当はクラッチのレリーズを外さなきゃいけないんですけど、多分これ外さなくていいタイプになってるんで、そのままミッション外しちゃいます。
多分これで外れると思うんだけど。あ、来たね来たね。ほら、危ない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 。ほら取れた。ああ、重いなミッション。危ね、腰いくぞこれ。エンジンとミッション分離できました。そしてやっぱりクラッチ変わってました。もう覗き穴からね、あ、これは入ってると思ったもん。赤いのが見えたから。そして軽量フライホイールも入ってます。メーカーはまさかの OS 技研。こないだあったばっか。すげえタイムリーというかなんというか、って感じ。これをラッキーと見るか、やばいなと見るか。ちょっとね、嬉しい反面ちょっと悲しいのがある。いや、これだってさ、フライホイールとクラッチとこうね、車外に変わってるということは、やっぱそれなりにエンジン回して走ってた車なのかなって思うじゃないですか。やっぱりね、街乗りするんだったらノーマルでいいわけだから、そうそう変える人もいないと思うし。って考えると、このエンジンちょっと怪しいかもしれないですね。それなりに分回してエンジンが終わっちゃったからこの車終了になったのか、それともそもそもこれのエンジンは取られて他の車からこれをただ乗っけてただけっていう可能性もあるけど、そこはね分かんないです。分からないけど、とりあえず今この手元にあるエンジン、これはちょっと怪しい気がする。となってくると怖いのはエンジンの中身、どんな状態になってるのか。悪魔の爪痕とかもついてるかもしれないしね。わからないけどね、開けてみないとわからないけどね。今回エンジンガチャ失敗したかな。いや、ジムニーの時もガチャ失敗してるけど、これはちょっと不安です。バランスまでのお楽しみということで、ちょっとこうご期待ですね。ちなみにこのミッションも、クラッチが変わってて、ほらレディーズシリンダーの取り付けとかが変わってるので、多分このミッションとこのエンジンは多分セットで間違いないですね。なのでこのミッションもちょっと怖いね。それなりにハードに使われてたんだったら摩耗とかが進んでるかもしれないし、多分間違いなくエンジンとミッションは割って、オーバーホールやると思いますので、今後の動画見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。この画面の右下の登録っていうのを押してもらうと登録ができます。はい、ということで今回はエンジンとミッションを車から下ろす動画でしたが、いかがだったでしょうか。下ろす作業自体はねそんなに難しくはなかったんですけど、外してびっくり、まさかのクラッチが入っててちょっとね予想外。最初この車は部品取りになってた車で、タービンとかエキマニとか触媒とかがついてないんだと思ってたんですけど、なんかちょっと違う気がしてきました。車外のタービンとか車外のエキマニとかメタルキャタライザーとかそういうのが入ってて、それだけは部品として売れるから外して売っ払って放置されてたんじゃないかなって気がしてます。わかんないけどね、正直わかんないけどね。ただ内装部品何にもなくなってなかったし、もうなくなってたのはラジエーター、エキマニ、タービン、触媒、あとプロペラシャフトがなかった。それはよくわかんないけど、その辺だったんで、ワンチャン車外部品でこういろいろ組まれてて、それなりに走ってる車でエンジンブローをしたから売れる部品だけ外して売っ払ったっていうような、そんなような気がしてます。とりあえずエンジンそしてミッションを分解して、物の現状を確認すればどういう状態だったかは分かるでしょう。エンジンは使えるのか使えないのか、もう外して現物見ればちゃんと分かるから。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バイ。